ホビット族のペレグリントゥックについてキーワードを挙げるとしたら、どんな言葉が浮かび上がってきますか？お調子者、いたずら小僧、無責任、衝動的、旅のお荷物。もしかするとこのようなちょっとネガティブなイメージを持たれているキャラクターかもしれません。ピピンのこうした性質の大部分は若さから来るものでもありました。ホビット族の社会の中でピピンはまだ未成年だったのです。彼にもいいところがもちろんあります。明るい性格で友情に厚く、勇気を持って恐怖を乗り越えようとする姿に愛着を持っている方も多いと思います。ですが、その愛すべき性格の一方で、彼の担った役割については見落とされがちです。実は一見するとピピンの軽率で衝動的な行動こそが指輪戦争の勝利に欠かせない一つの要素だったのです。こう言うと誇張に聞こえるかもしれませんが、私は心からそう思っています。指輪を捨てるたびに貢献したフロドとサム、エオウィンと共にナズグルの狩猟を退治したメリーの中にあって、ピピンは過小評価されることが少なくありません。そこで今回の軒の下の動画では、ピピンも旅の仲間の一員として必要だった理由を明らかにします。この動画をご覧いただくと、ピピンのキャラクターについての理解を一歩深められるのではないかなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。映画では酒谷の会議の終わりに次々に名乗り出ることで旅の仲間のメンバーが決まっていきます。指輪物語の中ではこの決定はもっと慎重に下されます。会議を主催したエルロンドがメンバーの決定権を握っていました。もちろん本の中のメリーとピピンも自分たちを旅の一員にしてくれるよう熱心にエルロンドを説得します。先を見通す予見の力を持つエルロンドですが、彼にはフロドの旅の行く末についてはほとんど見通しがつきませんでした。それは他の誰も同じことでした。それでもピピンを旅に同行させることにはどこか気が進まない様子でした。この時、珍しくピピンの肩を持ったのがガンダルフでした。エルロンドよ、この件に関しては大いなる英知よりもむしろ彼らの友情に期待した方がよかりそうにわしは思うのじゃがね。たとえあなたがわしらのために、例えばグロルフィンデルのようなエルフの殿方を選んでくださるにしても、彼一人で暗黒の塔を襲うことも、火の山に至る道を切り開くこともできぬのじゃから。ガンダルフは自分でも知らないうちにピピンを旅に連れて行かなければと感じていたのかもしれません。エルロンドはホビット省へ危険を知らせる使者としてピピンを返そうとも考えていました。このようにエルロンドが迷いを見せる中、ピピンはフロドへの友情から熱を込めて粘り強く説得を試みます。私を牢屋に閉じ込めるか、出なかったら袋にでも入れて縛って国に送り返しでもなさらなければ、みんなの後についていってしまいますから。ピピンがこう伝えると、エルロンドはため息をつきつつ、ピピンの同行を認めました。旅の仲間は酒谷を出発し、夜闇に隠れ隠密に旅を続けました。ガンダルフとアラゴルンが道案内として協議を重ね、はじめ開かずの参道へ向かうことが決まっていました。しかし、ガンダルフは終始モリアを通る必要性を唱えていました。そして結局モリアを通ることになるのは皆さんご存知の通りです。モリアの正門まで来て、門の前に広がる池に石を放り投げたのは、本の中では池の陰鬱な雰囲気にうんざりしたボロミルでした。ですが、ルリンの扉を開く呪文がまだわからないというガンダルフに、
ではあなたはどうなさるおつもりなんですかとホビット流に軽口を叩いたせいで、お前さんの頭で扉を叩くのじゃと返されたのは、本も映画も同じ展開です。メロンの合言葉によって扉が開かれ、水中の監視者からも何とか逃れ、彼らはモリアへと入っていきました。何時間も歩いた後、井戸のある詰め所で休憩を取ることにしました。ガンダルフがそこで道に迷ったからです。ピピンは妙にその井戸に引きつけられ、突然衝動に駆られて、彼は落ちている石を手探りで拾い、井戸の中に落としました。そしてまるで洞穴のような場所の深い水に石が落ちたようなドボーンという音が聞こえると、ピピンはガンダルフに自分がしたことを白状しなくてはなりませんでした。そしてバカ者トゥックがとガミガミ怒られ、いたずらの償いに不審判を真っ先に押し付けられたのでした。トンタプ、タプトンと繰り返されるハンマーらしき音が深いところからかすかに聞こえてきました。その音は一向にはまるで何かの信号のように聞こえ、皆の心に不安が差しました。幸いこの夜それ以上のことは起きませんでした。バリンの墓が置かれたマザルブルの間に一行が出たのはその2日後のことです。そこで何が起きたのかを調べているうちに、一行はオークたちに追い詰められ、結果としてガンダルフはルリンの橋でバルログと向き合い、奈落へ落ちていきました。ピピンによって井戸から落とされた石がバルログを呼び起こしたという因果関係は、本の中では映画ほど明確ではありません。ですから、ガンダルフが呼ぶところのペレグリンが愚かにも投げた石とバルログには直接関係がないという意見もしばしば見られます。旅の仲間はモリアの入り口で大きな音を立てたのだから、そちらの方がより一層の引き金になるのではないかという推測がされることもあります。それでもピピンの石とバルログには因果関係があるのかもしれません。その手がかりを探るために物語全体を見渡してみましょう。話を巻き戻します。まだフロドがホビット村にいて、灰色のガンダルフに金の指輪の本性を知らされた時のことです。フロドは指輪の恐ろしさを知り、はじめは指輪を担うことを拒絶します。ガンダルフに引き渡そうとさえします。ですが、力ある存在であるガンダルフにとって、サウロンの指輪ははるかに破滅的な危難が予想されるものでした。ガンダルフにとっては差し当たってフロドに所持者となってもらうしかありませんでした。ガンダルフはフロドに納得してもらうためにじっくりと話し込み、説得を試みます。この時、彼は指輪がフロドの手元に渡ってきたことを、指輪の作り主の意図をも超えた何か別の力が働いて定められていたと説きました。フロドにとっての指輪と同じように、灰色のガンダルフにとってのバルログは何か別の意図によってモリアで戦うことが定められていたと読み解くことができるのではないかと考えています。もしもガンダルフとバルログの戦いが発生しなかったらどうなるか想像してみてください。避けて通ることのできない必要な戦いだったことがわかると思います。またこの戦いが何か別の意図によって引き起こされたことは、ガンダルフが蘇ってファンゴルンの森でアラゴルンたちと再会した時の語りから明らかなようです。それがどういうことかをここから話していきます。ガンダルフは自らを犠牲にして試練を乗り越えました。その後彼は思考からも時間からもさまよい出て送り返されたと話しました。彼は誰に送り返されたのか疑問に感じたことはあるでしょうか。ガンダルフを送り返したのは
人間がしばしば神々と呼ぶバラールではありません。トールキン教授が言うには、ガンダルフを中津国へと送り返したのは唯一なる神だったのです。バラールと唯一なる神はシルマリルの物語が詳しいのですが、大まかに言えば世界全体を作ったのが唯一なる神で、バラールは神様に仕える存在です。そしてその中の中津国を含む一部を治めているのがバラールであるという関係が理解できていれば、今回の動画は大丈夫です。魔法使い集団、つまりイスタリを中津国へ派遣したのは、もともとはバラールでした。ですが、中津国の危機があまりに深刻な状況になったとき、神はイスタリの計画を引き継ぎ拡張しました。そしてガンダルフはバルログとの戦いで自らを犠牲にし、受け入れられ、強められて中津国へ送り返され、仲間たちのもとへ戻ってきました。これによりガンダルフはイスタリとしての任務に失敗し堕落したサルマンを凌駕し、力と権威を備えた存在へと変化しました。灰色の時にはしばしば彼は見過ごされてきましたが、今では彼の助言に誰もが耳を傾けます。そしてサウロンの力に抗し、彼に抵抗する意志を持つ者たちすべてを結び合わせるためにリビア戦争を戦ったのです。ガンダルフが試練を乗り越えなければ、こうしたことは起きませんでした。おまけに中津国にバルログは生き延び、セオデン王の治癒は見込めず、サウロンの前にサルマンを阻むことすら不可能になり、結果としてサウロンの台頭を免れなかったことでしょう。はじめはガンダルフでさえピピンのいたずらを疎ましく思っていました。ですがピピンの意思の出来事をこうして振り返ると、ピピンのいたずら、衝動性は単なる彼の欠陥ではないように見えてきませんか？ピピンが思いついたことをすぐさま実行せずにはいられない気質は、もう一つの事件を引き起こすことになりました。それが次に取り上げるパランティールの事件です。パランティールは見る石という意味の通り、単体では遠くや過去を見ることができたり、複数あれば更新することができます。ピピンは自分でも理解できない衝動に駆られ、まどろむガンダルフの胸元からパランティールを盗みました。モリアの井戸の時と違って、この時ピピンは自分のことを、この大バカ者、お前は恐ろしく困った羽目に陥るぞ、早く返しておけ、と内心では思っていました。ガンダルフの胸元からパランティールを盗み取った時、受け取られず元に戻せそうにもなく、それならと覗いてみることにしたのです。彼はこの石が重大かつ危険なものだとは知らなかったのです。映画ではピピンはサウロンの心を覗いたのか、未来を見たのか、ミナスティリスの白の木が火で燃える場面を目にしました。原作の場合、ここでピピンは偶然にもモルドールの方を向いて、サウロンの要塞であるバラドルールの周囲をナズグールが飛び回っている様子を目にしました。そしてその注視がサウロンに気づかれ、ピピンはサウロンと直接交信するという危険に陥ったのです。それでも不思議と運はピピンの味方でした。サウロンはこの時石を通してピピンを問いただすのではなく、モルドールに連れ帰ってじっくり尋問したがりました。そしてナズグールを派遣したのです。そのおかげでピピンは直ちに洗いざらい話してしまうという愚行を犯さずに済みました。それだけでなく、ガンダルフがパランティールの正体をつかむために自ら調べてサーロンに自身の姿を晒してしまうという危険を回避することにもなったのです。ガンダルフはピピンの悲鳴を聞いた時こそ何かとんでもないことにつながるのではないかと懸念しました。事情を飲み込むとこれがパランティールであることを理解し、アラゴルンへ託しました。
アラゴルンはエレンディルの世継ぎとしてパランティールの正当な所有者だったのです。彼はこの石を巧みに用い、石を介してサウロンを圧倒することができました。パランティールは正当な所有者の意思に従うという性質に助けられたのです。サウロンはピピン、そしてアラゴルンを見て、彼らが一つの指輪を持っていたのではないかという疑念を抱きます。こうした情報の錯綜によってサウロンは疑念を深め、自国よりもよそへ注意が向くように仕向けることができました。ミナスモルグルとキリスウンゴルの多くたちが知っていたように、サウロンは一度に全てを見ることはできませんでした。おまけにサウロンは焦ってもいました。それは指輪を苦しく求めればのことだったのですが、こうして準備が整う前に戦を始めてしまったという展開につながります。サウロンの極めて大きな過ちの引き金となったのは、ピピンの衝動的な行動だったのです。こうしてピピンの衝動的な行動そのものだけでなく、その結末まで含めて振り返ってみると、ピピンが単なる軽率な問題児だったわけではないという側面が見えてくると思います。フロドやメリーは大人のホビットとして熟慮型として描かれますが、ピピンは未成年の若さゆえの勢いや衝動性を抱えています。ですが、これも起点が利くと言い換えれば、トールキン教授はピピンの衝動性をある意味では肯定的に描いているのだと想像できそうではありませんか。ここで原文に着目してみましょう。興味深いことにトールキン教授は指輪物語の中でピピンの2つの事件を招いた衝動性にだけインパルスという名詞を使いました。インパルスは日本語訳では衝動と翻訳されています。この英単語は突き動かすとか駆り立てるといった含みを持っています。執筆の過程で他の登場人物の行動を表すためにも使っていたのですが、最終的には削除したようです。単語の使いどころを限定することで、井戸の石とパランティールにまつわる衝動と、例えばアラゴルンたちに追跡の手がかりを残すためにブローチを落とすといった起点とを読者は自然と区別して受け取ることができます。こうした点を突き合わせると、トールキン教授はこの2つの衝動的な行為だけをピピンが誰かに何かを駆り立てられて突き動かされた結果として、つまり他とは違う特別なものとして描いていたのかもしれません。思いついたらすぐさま言動・行動に移さなくては気が済まない気質を持つピピンもまた、本人の思惑を超えたより大きな意志の道具だったと読み解くことができるのではないかと考えています。このことはガンダルフの憐れみの実践と題し、フロド・バギンズについて考察した動画にも共通する内容なので、まだご覧になっていなければぜひこの後お楽しみください。冒頭では私がピピンをけなしたように聞こえた方もいたかもしれません。でも私個人としてはピピンは初めて指輪物語を読んだ時から大好きなキャラクターの一人です。彼を軸に指輪物語を読めば、旅を通して文字通り子供から大人に成長してホビットショーに帰還したことがわかります。今回取り上げた2つの事件は一見するとどちらとも軽率なピピンのいたずら行為です。でも後のパランティールの事件の時にはガンダルフもピピンの衝動を再評価してその行動の本質に気がついているような節があると思います。最初の時はピピンに不信版を押し付けて不危険さをあらわにしていましたが、今度は飛び陰に運ばれながらピピンの質問に好意的に応じていました。今回のピピンのように思わぬ視点が指輪物語の新しい扉を開くことがあります。
今回の動画が楽しめたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も一緒に中津国の冒険を続けましょう。また、高評価をいただけると嬉しいです。ここまでの木下がお送りしました。最後までご視聴くださりありがとうございます。また次の中津国の旅でお会いしましょう。